はい、それでは今から6パックの、システムについて簡単に説明したいと思います。このシステムに関してはエアプレインシステム、レッスン5だったかなに細かく出てくるので、本当に中の中とか詳細はそこで説明しようと思います。ただプリファイトインスペクションでもね見ていくことになるだろうし、マルファンクションっていうのは実際にいつ起きるかわからないしということで、ざっくりとしたところだけ、見ていけたらなと思います。色分けします。これとこれとこれが仲間です。そしてこれとこれが仲間です。でも一応これも仲間なんだけどちょっと系統が違いますみたいな感じかな。はい、ということでオレンジ色、この3つのケーキを動かしているシステム、これが、ページ 2-53 にあるピートスタティックシステムというシステムです。はい、これピトットじゃない、ピートね、ピートスタティックシステムで、青色のところ、これがジャイロですのシステムで、ページで言うとどうだったかな。はい、ジャイロスコピックインストゥルメンツと書いてありますね。はい、ジャイロスコピックのシステムを使っていますでしょうか。で、ページの2の、53に戻っていただいて、このピートスタティックシステムってこれ何かっていうと、プレッシャーによって、動いている。で、じゃあどうやってプレッシャーを得ているのかというと、ピートテューブというのとスタティックポートというね、もので、プレッシャーを得てます。ここにあるのがピートテューブです。そしてこれがスタティックポートで、ピートテューブはどこについてるかっていうと、飛行機のこの羽、左側いろいろあるんだけどもの付け根ぐらいかな、ここについてたりします。でちょうど写真があるので見てみましょう。はい、こんな感じかな。はい、でこんな感じですね。でこの羽の付け根についてるんだけども、先っちょ見ると小さな穴があるかな。ここから空気がポーンと入ってくる。それで、プレッシャーを得てるということですね。でスタティックポートっていうのはこの、飛行機の胴体のこの辺りにポコッとついてます。でここにもやっぱり小さな穴がついている。ここから、プレッシャーを、ゲットしているということです。で、ピートチューブに入ってくるプレッシャーっていうのは、前に進む時に風が前から入ってくるので、ガーッと圧力が、加わってくるということで、ラムエアという言葉を使うけども、これは細かくまた今度話します。で、そのラムエアが入ってきて、で、このスタティックポートっていうのは何かっていうと、この周りの静圧の、静かな圧力、これとの差を測っているのがエアスピードインディケーター。ここにチューブがつながってるわけで、本当にチューブね、ただのチューブがつながってます。で、スタティックポートから他の計器、バーティカルスピードインディケーター、そしてアルティメーターにも、チューブがつながっていますということね。例えばこの、スタティックポート、今のある飛行機が高度が上がったとしましょう。そしたら、気圧は下がるんだったよね。ということで、この、アルティメーターの中にある気圧と、
実際の飛行機の外の気圧を、の差を測っているのがアルティメーターで、 VSI に関してはこの気圧がだんだん上がったり高度が上がったり下がったりすると気圧が変わる、そのレートを測って教えてくれていると。でその高度をずっと保っていると気圧が変わらないので0を指しているということだよね。でエアスピードは、前に行った時の空気の量を、測っていると。単純にそんな感じで一旦今覚えておいてくれていいです。ということでプリフライトの時にこのピトチューブの穴が詰まってないかって非常に大事で、またスタティックポートの穴が詰まってないかって非常に大事ということで、ここはしっかりと見てください。であと手でこれを大丈夫かなってこう触らないでね、手垢とか油がついてほこりとかがねそこに付着しやすくなるので、それは、ビジュアルチェック、目で見てチェックするだけでいいです。はい、いいでしょうか。でマルファンクションということで、これもレッスン5で細かくやりたいと思うんだけども、このごめんなさい、スタティックポートが詰まってしまった場合、例えばその砂でカバーされちゃったとか、このチューブが詰まったとかいう時には、どの計器がおかしくなるかっていうとこの全部がおかしくなります。でもピトチューブの方がおかしかった。例えばここに空気が入ってくるけども、そこから雨が入ってきてで、詰まったりとか、あと、寒いところに行ってこれが凍ったりとかして、空気が入ってこなくなったらどの計器が壊れると思う？エアスピードインディケーター。そう、エアスピードインディケーターのみ壊れるということだよね。じゃあその時にここは凍っちゃったんだったら、例えばここにあるようにピトヒートのスイッチを入れたりとかすると、ここが暖かくなって溶けたりとかね、そんなリカバリーがあったりします。この辺の細かな話はレッスン5でやっていきましょう。これがピトスタティックシステムで、残りの3つジャイロスコピックの計器も簡単に紹介したいと思います。ページが、2の62を見ていただいて、で、そうだね、この、ピクチャーを説明したいんだけども、バキュームポンプがあります。でバキュームポンプによって空気を吸い込まれてジャイロを回します。でジャイロは何かっていうと、こんなジャイロゴマがあるんだけども、これがくるくるくるっと回ると、安定性が高まります。そのことによってこの場所にずっととどまろうとするのね。でその時にこのジャイロがその計器それぞれの中に入っている。でそうね、アティインディケーター、これが、姿勢が変わったとしてもジャイロはその場にいる。ところが飛行機の姿勢は外側で変わっているということで、このミニチュアエアプレーンは変わらなくて周りが動く。ミニチュアエアプレーンはそのままなんだけど、周りが動くことによって角度がついたりとかピッチが上がったり下がったりとかいうふうに示します。ということでジャイロで、あとヘディングインディケーターもそう。ヘディングインディケーターもその場所を保とうとするけど飛行機が動いていくのでヘディングがずれていったりします。はい。じゃあそれぞれの、計器の中のジャイロを回すためにはどうしたらいいのかっていうと、今バキュームポンプで空気を当ててると。ごめんなさい、バキュームポンプで空気を押し出して実際にはここから空気を吸い込んでるんだけども、その吸い込んでいる率、を示すのがサクションゲージです。でこのサクションゲージがちゃんと、正しい値になっているかどうかっていうのがこのジャイロ計器を信じていいのかっていう大きな指標になります。サクションゲージはこの機体152の場合はここにあります。で今エンジンかかってないので、サクションゲージは上がっていない。でこの圧力 PSI で表されるんだけども、パウンドスクエアインチ PSI パウンドパースクエアインチだね。そうだね、そういった単位で、圧力が示されるんだけども、このグリーンアークの中に入っていないといけませんよということになります。 OK。 はい、はい、で、これが、アティインディケーターとヘディングインディケーターなんだけども、ターンコーディネーターに関してはこれは電気で動いてます。
電気でジャイロを動かしていると。やっぱりこの中にジャイロが入っている。ところがこの2つはバキュームと空気を吸われて、それを、ジャイロに当ててくるくるくるっと回してるんだけども、この、ターンコーディネーターに関しては電気によってジャイロを回しているということですね。で、ターンコーディネーター、ここに書いてある DC エレクトリックと書いてあります。じゃあなんで電気に分けたのかっていうと、バキュームポンプが壊れちゃった時、こちらの2つが死ぬ。でも全部3つそのバキュームポンプを使ったら全部死んじゃうということで系統を分けていると。安全性のためです。で、これ電気が通らないとここに赤い表示が出てくる。その時には使えませんよという意味になる。オフフラッグと言ったりするけどね。プリフライトするときに最初にやることはマスタースイッチをオンにする。でその時はもう電気が通るので、これ中でジャイロが回る音が聞こえます。ウィーンなんて音がうるさく聞こえてくると思うので、それをぜひ聞いてください。あ、動いてる動いてる。でこれ音が鳴らなかったらちょっと困る。その時には赤いのがついてるんじゃないかなと思います。 OK、 これがターンコーディネーターで系統を分けているということです。おさらいでピートスタティックシステムと、あとジャイロスコピックシステムに分かれているということだね。システム、はい、いいでしょうか。はい、はい、じゃあ、以上でインストゥルメントの、大まかなところが終わりました。で、あとコンパスがある。コンパスはマグネティックコンパス、先ほど少し説明したんだけども、そのコンパスがどうやって動くかっていうと、もう至ってシンプルです。地球は大きな磁石で、地球で磁場が出ている。その磁場のことをマグネティックフィールドと言います。で、そのマグネティックフィールドに対してコンパスが反応しているよということだね。はい。これ消します。じゃあその地球の磁場を感知しているのがコンパスだね。はい、で、このコンパス、待って待って、はい、で落ち着いてきました。読みづらいでしょじゃあ今ヘディングが向いてる方向がいくつだ？サウスだね。ということで、180のヘディングを向いてるということです。ほぼほぼね。ところがこのコンパスこのゆらゆらしちゃったりとかするので、困るということでヘディングインディケーターの、ありがたみが分かるよね。飛んでる時にはあんまり揺られると困るということでヘディングインディケーターを使って飛んでいきます。じゃあそのコンパスなんだけども、これの、パワー、力、ソースオブエナジーは何だろう。ターンコーディネーターだったら電気だった。ピートスタティックだったらプレッシャーだった。で、他のジャイロの、計器はバキュームの空気を当てていた。じゃあコンパスはどうやって動いてるんだろう。実はトリッククエスチョンだけども、磁場。ああそうだね、磁場です。ということで今ここでも正しい数字を、表してくれるよということです。ありがとう。じゃあ、その磁場がこの地球ということなんだけども、その、地球の北、地球の北っていうのは何ていうの？北極。はい、北極、ありがとうございます。で、英語で言うとノースポールで、南極をサウスポール言ったりするけども、この磁場の北っていうのが実は地球上の北とずれている。これが厄介な問題だ。実際この辺から磁場が発生してるんだよね。でこのズレがあるということです。はい。
じゃあその磁場が出てるところが、磁力線の北ということで、ここをマグネティックノーズと言います。日本語で言うと磁北、磁って分かんなくなっちゃった。どうでしたっけ？分かった。磁北だね。はい。で、ノースポールのことを日本語で言うと新北と言ったりするんだけども、磁北と新北が違う。このことが実は、問題になってくるのがコンパスのエラーにつながってきます。これが一つ目のエラーのバリエーションだね。で、バリエーションの、がなぜ起こるかというと、トゥルーノースとマグネティックノースが違うと。ノースポールのことを、トゥルーノースと言いますが、このトゥルーノースとマグネティックノースの、方向が違うので、ここにいる飛行機にとってこの北に対してこの北、この差、これがバリエーションという動作になってきます。はい。で、そんな誤差を修正しながら、実際に、飛ぶときには、特にクロスカントリーかな。クロスカントリーどっか行くときにはいろんなプランを立てる。で、その時の、誤差。で、どのくらい誤差があるかっていうと、この辺りだったら、14度というふうに書いてあるよね。で、その誤差っていうのがエリアによって違う。で、これはアメリカだけども、で、どんどんこれは誤差が大きくなっていって、ここから小さくなっていって、で誤差が、5度になっていって、でここは0のところがある。でもこれを過ぎるとまた誤差が増えていくということです。ここの飛行機はバリエーションが10度あるということだね。はい。でもこの誤差をどうやって修正するかっていうと、このプラン、クロスカントリーのプランを立てるときに、こっちサイドの時は飛行とか、あっちサイドの時は多層とか、そういう数字を入れ込むことになります。で、それはチャート上に、書かれているということだね。チャートをちょっと見てみると、こちら、この線、ちょっとチャートを取ります。みくん、チャートを取ってくれるかな、すみません。はい、それです。ありがとうございます。はい。じゃあ、このチャート開けてみると、ロングビーチ空港があります。ロサンゼルス空港ね。で、ここに、赤色の線があるけども、そこに数字が書いてある。どこに書いてあるかな。そうしたら、はい、ここに数字がありますね。12度。この12度というのがズレということです。このエリアの話ね。はい。で、そんなコンパスの誤差があったり、他にもコンパスの誤差があります。次のところのデビエーションというけども、実際にこれがコンパスです。で、そのコンパスに例えばこの磁場があるわけなんだけども、電気とか金具とかそういった磁場を歪めるものを近づけるとこれをもやんと少しずれちゃったりする。ということで、このズレをね、補正するのがこんな表になったりするということです。あとそれ以外にコンパスエラーとしてはマグネティックティップ、この磁場、極に行けば行くほど磁場が地球の中心を刺そうとする、そういった、ものに影響されたりします。
はい。で、ということで簡単に言うとこのコンパス、僕たち飛ぶ時に使わないです。なんでか、ヘディングインディケーターがあるから。じゃあヘディングインディケーターの情報ってどこから来るのか、やってもコンパスってことは、そのコンパスに合わせるのは何分に1回合わせるといいんだっけ。15分に1回。そう。じゃあ15分に1回合わせるときにこのコンパスっていうのはエラーがあるので、まっすぐ飛んでるストレートレベルしてるときにこの数字をコピーするといいよね。ターンするときには、先ほどのマグネティックディップによってこっちになるけども、ターニングエラーっていうのが発生するし、それからスピードがアクセレーションエラーっていうのがあって、アクセレートにするとクルンと少し変わったりとか、ディセレート減速するとクルンと変わったりとか、こんなエラーが、このマグネティックディップから発生します。ということで、コンパスの数字をコピーするときにはストレートのレベルをまっすぐ飛んでるときにしましょうということですね。はい、OK、ということでコンパスでした。これで、主だったフライトインストゥルメントが終了しました。では次にエンジンのインストゥルメントを触れて、今日のグランドスクールを終えていこうと思います。で、エンジンインストゥルメント、ここでは5つ挙げられています。タコメーター、オイルテンプレチャー、そして、ごめんなさい、オイルテンプレチャーゲージで、オイルプレッシャーゲージで、アンメーター、それから、アザーズということで、細かいところを見ていきましょうということなんだけども、まず最初に触れたいのがタコメーターです。この6パック今勉強したけども、タコメーターは、エンジンの回転数を示してくれてます。で、ちょっと見にくいんだな。セスナ172の、ゲージだとここにあります。見えない。ところが152の方だと見やすいので、インターで、ここだね。右側、右上で、針が0からずーっと上がっていって、これが RPM と書いてるの見えますか。ちょっと見づらいので、iPad の方で見ていきましょう。はい、こんな感じですね。で RPM×100 ということで、100rpm、500rpm、1500、2000rpm とでいうことで、ここにレッドラインがあります。これは超えちゃいけない。でグリーンアークもあります。細かな話だけども、C レベル、それから4000フィート、8000フィートでこのグリーンアークがちょこっと変わったりする。これは細かな話だから今置いといて。で、この回転数っていうのは、スロットルがね、ここにありますが、このスロットルを足すとエンジンの回転数が上がる。で、この RPM も上がります。ちなみに RPM って何の略か分かる？ R のはい、そう、これはパーミニッミニットだね。 R はレボリューションです。レボリューション、かっこよく言うと革命とか改革とかあるけども、回転というものもあるね。1分間に何回転してるのということです。はい。で、そうだね、実際にテイクオフするときにはこの辺りの回転数になるだろうし、これを1500rpm に合わせたり 1900rpm、1800rpm とか自分で 2300rpm とか合わせたりして、飛ぶことになります。飛行機っていうのは前のホライゾンの姿勢と、あとこの回転数、パワーだね、パワーとこの2つのコンビネーションで飛んでいるので、この回転系っていうのは非常にね大事な景気になってくるということですね。はい、じゃあその次、オイルテンプレチャーゲージ、オイルプレッシャーゲージ、どこにあるかというと、
こんな2つのケーキがついていたりします。ページでいうと2の35。で、実際僕たちの機体で見ると、はい、こんな2つのケーキがついてます。で、前後してしまいましたが、152の場合は僕たちの右膝前あたりに2つついている。で、172については、この左側についているものが多いですね。はい、で、もう一度、これはオイルテンプレチャーとオイルプレッシャーです。で、オイルって何かっていうと、これはエンジンを冷やすためのもので、エンジンを冷却するのは2つあります。1つはオイル、もう1つは何だと思う？大正解で、水で冷やすもの、車だったらラディエーターとかで、いうのあるけども、飛行機は軽くしたいので空冷、空気で冷やします。空冷です。で、その空冷とともに大事なのがオイルなんだけども、このエンジンの中をオイルが回っているということね。じゃあそのオイルテンプレチャー大事だね。で、熱くなってこのレッドラインを超える時にはフライトは中止、何か原因があります。で、オイルプレッシャーも大事で、オイルプレッシャー、圧が低かったら大問題。なぜならこれはオイルが回ってないよっていう意味だから。で、オイルが回りすぎるのも大事。間違いない、ごめんなさい。オイルが、オイルプレッシャーがありすぎるのも問題で、オイルプレッシャーがありすぎるのはどういうことかっていうと、これは逆にどっかで詰まって圧がかかってるよということなの。両方問題なんだよね。で、このグリーンアークにあるべきです。いいでしょうか。はい、この色合いをね、今覚えておいてください。細かな数字は POH、パイロットオペレーティングハンドブックを見るといいです。いいでしょうか。じゃあその次、アンメーターっていうのもありますね。アンメーターどこにあるかっていうと、これです。15に言うと右上で、172っていうと、これも隠れちゃってるな。ここにあります。で、アンメーターは何かっていうと、飛行機の計器は電気を使って動いているものもあります。で、電気系統でいうと、例えばラジオ、無線だね、も電気を使っている。で、あとは GPS とか新しいやつ使ってたりとか、いろんな電気を使っています。で、その電気を、生んでるのは何かっていうと、発電機があると。で、その発電機の電気がちゃんと埋めてるよというのを示しているのがこのアンメーターです。ページで言うと、2の43を見てください。で、こんなタイプもあるし、こんなタイプもあるしということなんだけども、このアンメーター0を指しているのが、よく見る光景だと思います。で、これもシステムのところで細かくやるけども、電気を最初に使うとき、電池の役割をするのが左下、この左側のページを見て、左下のバッテリー、これからエンジンをかかっていないときには電気を供給している。で、その電気を供給してエンジンをかけました。エンジンをかけたらこの、上の方にあるけどもオルタネーターというのがあるけども、これが発電機で、発電してそれぞれの電気系統、こっちにあるけども、これも本当に細かいので、また今度説明するけども、それぞれの電気系統、ランディングライトとかあると思うけども、そういった電気系統に電気を供給する。ところが最初はバッテリーを使ったので、バッテリーから少し減っちゃってるので、バッテリーに電気を戻してあげる、充電しなきゃいけないということで、アンメーターっていうのはバッテリーから電気を使っちゃってますよという表示。逆にエンジンかけた後にオルタネータ
発電機を使ったらバッテリーにチャージしてますよっていうふうにプラスに触れたりで、バッテリーが十分にチャージされたらバッテリーがフル充電になりましたよっていうのを0を指すと、この針の動きでそのステータス状態が分かるということですね。はいはい、ということで主要なエンジンインストゥルメントを見ました。じゃああとそうだな、こう気づくところで、大事な契機としてはあった。これが大事。これ何だと思う？わかんないです。レフトタンクって書いてあるな。ね、レフトタンク、ライトタンク。ウィン翼にあるうん燃料タンクの量。はい、その通りです。フューエルゲージという言葉がついてますね。で、こんな感じであります。で、フューエルが、E がエンプティ、F が4だよね。車のガソリンとは何も変わらないです。で、これが低かったらやばいやばいやばいとなるということで大事な契機の一つです。はい。で、あとせっかくなのでちょっとインストゥルメンテーションを最後におさらいして、この授業を終わっていこうと思います。この6つのケーキをあだ名として6パックだったね。で、この後ろに RPM ゲージ、回転計がありました。それをタコメーターとも言います。で、ここにあるケーキたち、これは今回全く触れてないです。ナビゲーションのケーキです。広報をするときに役立つケーキですね。で、これがラディオで、コミュニケーションの1とコミュニケーションの2で、ナビゲーションの、周波数で、今は気にしなくていいです。で、ここにトランスポンダーというね、発信機があります。で、これが、フューエルタンク今やったで、オイルの、テンプレチャーとプレッシャーで、ここに後ろにアンメーターがあって、ここにはサクションゲージがありますねということだね。で、マスタースイッチがあって、イグニッションキーがあって、で、スロットルがあって、でミクスチャー、燃料を調整するものがあって、キャブレターシステムを使ってるんだけども、そのアイシングを防ぐためのキャブヒートがあります。で、フラップスのインディケーションがセレクターがあって、インディケーターがあると。これ説明したかな。フラップスの位置を10、20、30もしくは40っていうのを、下ろすときにこのスリットがついてるのね、ここにカクカクカクと。で、そのレバーを下ろすところによってフラップスがビーッと降りてくるんだけども、本当に降りたかっていうのはこのいくんだけど、ポッチがインディケーターとして10、20とかというところを下がってくることになります。これは実機で見てください。はい。で、これがトリムを動かすためのウィールでした。で、あとは何かあったかな。この辺はレディオの、セレクターだね。そんなもんかな。そんなもんかな。で、毎回使うのがホブスメーター。はい。時間で、このエンジンが動いた時間を表します。フライトもこれでチャージされます。はい。で、あとはさっきの、タコメーターのところにこんな数字があるね。これがタックタイム、TACH タックタイム。エンジンのプレッシャーがある程度、オイルのプレッシャーがある程度上がった時に回ると。これはメンテナンスで使われる数字になりますということだね。で、もっと大きな話をすると、コントロール力があって、ペダルがあって、ラダーペダルがあって、で上にはブレーキがついていてと。で、そのブレーキをホールドするためのパーキングブレーキっていうのは実はここにあったりするけど、これあんまり使わない。で、本当にブレーキを踏んでてもホールドできない時にはぜひ使ってほしいと思います。はい、そんな感じかな。で、あと一番上にコンパスがあるということだね。何か質問ありますか？特にないです。特にないですか？はい、
本日やってきたのはエアプレーンのパーツ、フライトコントロール、そしてインストゥルメンツということでやってきました。で、このパーツ、インストゥルメント等々を塗り替えするのは自分のフライトをアキュレートに、正確に、そして何かおかしい時にキャッチアップ、これおかしいなっていうのをすぐにねできるようにするためという目的でやってきました。細かなね数字等々も出てきたけども、ぜひしっかり覚えてフライトに役立ててください。ではお疲れ様でした。